はい、皆さんこんにちは。犬です。今回は月技参戦。また参戦。はい、月技3つ紹介していきます。今回で7本目の動画になるんですが、いつの間にかたくさんの方に見ていただけるようになってきまして、毎日たくさんのコメントをいただけて大変感謝の日々です。まだまだ犬の語りたい剣道の1000分の1も話せていません。なのにすでにチャンネル登録してくださったり、高評価、コメントをしてくださっている方、おかげさまで頑張れています。今は比較的簡単な技の紹介が多いです。攻め方、駆け引き、考え方など、だんだんと内容は高度なものになったり、深い部分に入ったり、でも剣道の面白い部分に入っていく回も出てくると思いますが、見てくださる方々の剣道や人生が今より楽しくなるといいなとか、離れた場所でもお互いにもっと剣道を楽しめるといいなとか思いながら、地道に動画を作成し続けたいと思います。まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、月技の説明に入っていきましょう。剣道によく出てくる中心という言葉、中心を攻めろなんてね、突を打つなら中心取るのが大事なんでしょって、だって突きが中心にあるんだからって思いそうになりますよね。僕の感覚は違うんですよ。僕も打てなかった頃はそう思ってました。もちろんその考えを大事にされている方を否定するつもりは全くありません。僕が未熟で至らないだけかもしれないですからね。でも僕の感覚では、突き技を成功させるには中心を取るではなく、いつかせるです。相手が中心を取っている間に僕は突きで一本を取る。こんなイメージが伝わるといいなと思っています。今回の動画では、突きを上手に打つための基本的なコツと、試合で使える3つの技、これをお伝えしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。突きって難しいイメージありませんか？僕はずっとあって、的小さいから当たらないと思ってたし、奇跡みたいなもので当たる、外したら相手痛いだろうなとか、稽古中打とうとして相手出てきちゃったらかわいそうだなとか、打っちゃいけないとさえ思ってましたし、そう思ったり周りに打つ人たちがいないとなかなか上達もしないし、打ち方を勉強できないんですよね。でもできるならなるべく早いうちから慣れ親しんでおいた方がいいと思います。小中学生は試合では使えませんが、練習で打たせてもらって慣れておく程度でも後になってめちゃくちゃ役に立つと思います。突きの練習も楽しいですしね。突きを打てるようになるメリットは当然あります。逆に使わないということは、面、小手、胴、逆胴、突きの5つ使える攻撃を4つに制限することになるんで、これだけでももったいないですよね。メリット1、構えが崩れにくい相手に当たる。メリット2、深く避けて面や小手が当たらない相手に当たる。メリット3、外れても相手が突きを怖がって構えて居づらくなる。メリット4、突きを警戒させて他の技が当たりやすくなる。メリット5、突きで相手を崩して連続技につなげられる。できなかったことができるようになるっていうことは、昨日の自分より強くなっているっていう分かりやすい指標ですからね。冒頭の話の続きです。中心を取る、打つ、これはいかにもうまくいきそうですが、人形相手ならそれでもうまくいくと思うんです。打たれたくないと思っている人間を打たなければいけないと考えるとどうでしょう。中心を取られたまま突きに届くまでじっとしているでしょうか。絶対何かしら反応しますよね。やはりあれだけ小さい的です。反応されてしまうとずれてしまったり避けられてしまったりします。本質は中心を取ることではなく、相手が動きを止める瞬間を作り出す。これが突き技を打つ前の攻めのポイントです。じゃあ中心って何のためにあるの？これについてはコメントでリクエストもいただきました。今後必ず動画にしますので、ぜひ見ていただきたいと思います。お見逃しのないようチャンネル登録をしておいていただけるとありがたく思います。では打ち方の基本的なコツ、ポイントを紹介していきます。1、竹刀は床と平行。当てに行かず
左手の高さを合わせて腕を伸ばして踏み込んでいくイメージ。あるいは上から入れに行くイメージ。あるいは竹刀は振らないんだけど最後手首をグッと入れて上から打つイメージ。自分に合うイメージを見つけてください。メリット、いい点が3つあります。1、当たりやすい。バスケのシュートが浮かんだのでちょっと説明してみます。あの高さのゴールにシュートを直接的に狙いに行くと入りにくいですね。上手い人ってこう高さを出して綺麗に上からリングに当たることなく入りますよね。突きも実際には床と平行ぐらいになりますが、下からではなく上からというイメージが当たりやすいです。2、後打ちをされにくい。下から打つと相手の体に触れたとしても抜けてしまうことが多く反撃を食らいます。上から行けば外れても相手の体に当たり相手の体勢を崩すことができます。なので後打ちをされにくくなります。あとは、見え方によっては一本見えちゃう。3、次の技につなげられる。外れても相手の体勢を崩すことになるので、自分の体勢が崩れていなければそこから面や面を避けさせて固定など打ち込むことができます。一本にならなくてもチャンスになるということです。慣れないうちはかなり違和感があると思います。左肩あたりが窮屈に感じるはずです。一般的には面を打つ時など左腕がこのように上がるのは力が伝わらないため悪い癖とされています。ただ突きは打つイメージだけど振るわけではないので必要な動きと思いますので慣れていきましょう。2、両腕をしっかり伸ばす。打突力を出すため、ブレずに打つため、相手から距離を取ったまま打突するために両腕をしっかり伸ばして打ちましょう。見ていただいて分かるようにこの打ち方で左腕は伸ばしきるのが難しいですし、実際には伸びきらないと思います。ですがその中でできるだけ伸ばす意識を持って打ちましょう。犬は剣道のしすぎで中学生の頃から右肘が伸びきらなくなりました。皆さんは伸ばして打ってください。3、打突力の出し方。手で何とかしようとしても打突力は出ないしブレてしまうので当たりません。当たってから腕を伸ばすのではなく、当たる直前に腕が伸びきり踏み込むのがポイントです。こういう風に見えるとなんか恨みでもあって痛めつけようとしてるみたいです。友達が減りかねないのでやめましょう。打った後、このように相手が後ろに飛べば腕の力ではなく体重を乗せて打てていることになります。打った後は力を抜いて引きましょう。このように左足を残して打つ方法もあります。どっちにも良さがありますので自分のやりたい剣道に合わせて使ってみましょう。突き技全般、躊躇すると自分が危なくなります。しっかり打ち切りましょう。これらを踏まえて技練習に入ってください。では技の紹介に入っていきます。1つ目、下を攻めて突き、竹刀を相手の竹刀の下に入れます。この動きでなんか来るとか裏から小手かとか一瞬警戒させて動きを止めます。そこに表から突きを打ちます。冒頭の中心の話ですが、相手の竹刀は中心にあってくれていいんです。間合いを意識せず中心を取り続けることや構えを崩さないことにこだわりすぎている相手にはよく当たります。またこのように右側に踏み込みながら角度をつけて打つのもおすすめです。まっすぐだと相手の竹刀が触れただけで失敗してしまうことが多いですが、相手が竹刀を押さえに来ても打つことができます。練習してみてください。2つ目、裏から突き。また押さえるシリーズですよ。これも押さえて面に始まり、面々や押さえて小手、胴や突きにも使える仕掛け。押さえるって使い方次第でほんといろいろできるんですよ。使っていきましょう。
表から少し相手の竹刀を押さえます。押さえられた竹刀を戻そうとするところに裏から突きます。この押さえられた竹刀を元に戻そうとしている時、相手の頭の中はそこに気が取られています。押さえられた竹刀元に戻さなきゃなんて考えるほどゆっくり考えてはいないはずです。瞬間的に無意識に竹刀を戻したり避けたりしちゃうんです。そういう瞬間が作れると相手を居つかせることができます。居つくっていうのは動けない状態っていうことです。その場にいちゃうってこと。相手が避ける動作に入っても同じように打てます。反応が小さい相手にも有効なのでぜひ試してみてください。3つ目、面の軌道で突き。これは見ての通りというか名前の通りなんですけど、途中まで面を打つ軌道を相手に見せます。そのまま突きます。はい、面に来ると思わせることで手元が浮いたり少し引いて見切ろうとする相手に当たります。この技のポイントは面だと勘違いさせることです。普通に避けれると思ってたら突きだったみたいに、こちらが出ようとするところを狙って出鼻面などを打ってくる相手には注意が必要ですが、出てこない相手であれば面だと分からせるためにあえてゆっくりめに行くと居つかせることができます。もう少し面に見せるために竹刀を振り上げられるとかっこいいんですけどね。試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。突きに対する抵抗をなくす。あんまり意識しなくても当たる。こうなるまで練習ですね。上手くなるまでは絶対外しますし、上手くなっても外れることもあります。まあでも剣道なので多少痛いこともあって当然。お互い様です。そこも楽しみながら、そういう部分も含めてお願いします。ありがとうございました。心からですよね。何でもそうですが、すぐ上手くなるとかすぐできるようになっちゃうみたいな魔法みたいな練習はないと思ってるんですよ。それでいいと思ってますし、誰でも簡単にできたらあんまり価値ないですよね。まず動画を見て勉強しようっていう気持ちがあって、いろいろ試して何回も練習してできるようになったものだからこそ価値があるし、自信がつくし、見ている人を感動させるものになって、そういう努力をしている人には活躍する人の見えない努力が見えるようになって、さらに楽しめると思うんですよ。でも練習は辛いだけのものじゃなくて、楽しんでやる。少しでも進歩したら楽しいからもっとやる。失敗は失敗じゃなくてできるようになってる途中。もっともっと楽しんでいきましょう。それでは。